メリークリスマス。太宰治。東京は悲しい活気を呈していたと最初の書き出しの一行に書き記すというようなことになるのではあるまいかと思って東京に舞い戻ってきたのに、私の目には何のこともない相変わらずの東京生活のごとくに映った。私はそれまで1年3ヶ月間津軽の実家で暮らし、今年の11月の中旬に妻子を引き連れてまた東京に移住してきたのであるが、来てみるとほとんどまるで2、3週間の小旅行から帰ってきたみたいの気持ちがした。久しぶりの東京は良くもないし悪くもないし、この都会の性格は何も変わっておりません。もちろん刑事課の変化はありますけれども、刑事上の気質においてこの都会は相変わらずです。バカは死ななきゃ治らないような感じです。もう少し変わってくれてもよい。いや、変わるべきだとさえ思われました。と、私は田舎のある人に書いて送り、そうして私もやっぱり何の変わるところもなく、久留米がすりの着流しに二山橋を引っ掛けて、ぼんやり東京の町々を歩き回っていた。12月の初め、私は東京郊外のある映画館というよりは活動小屋といった方がぴったりするくらいの可愛らしくお粗末な小屋なのであるが、その映画館に入ってアメリカの写真を見て、そこから出たのはもう午後の6時頃で、東京の街には夕霧が煙のように白く充満して、その霧の中を国威の人々が忙しそうに往来し、もうすでに全く師走の巷の気分であった。東京の生活はやっぱり少しも変わっていない。私は本屋に入って、ある有名なユダヤ人の戯曲集を一冊買い、それを懐に入れて、ふと入り口の方を見ると、若い女の人が鳥の飛び立つ一瞬前のような感じで立って私を見ていた。口を小さく開けているが、まだ言葉を発しない。吉か今日か、昔追い回したことがあるが、今では少しもその人を好きではない。そんな女の人と会うのは最大の今日である。そうして私には、そんな女がたくさんあるのだ。いや、そんな女ばかりと言ってよい。新宿のあれは困る。しかしあれかな。葛西さん。女の人はつぶやくように私の名前を言い、かかとを下ろしてかすかなお辞儀をした。緑色の帽子をかぶり、帽子の紐を顎で結び、真っ赤なレンコートを着ている。みるみるその人は若くなって、まるで12、3の少女になり、私の思い出の中のある映像とぴったり重なってきた。静江子ちゃん。吉だ。出よう出よう。それとも何か買いたい雑誌でもあるの？いいえ、アリエルというご本を買いに来たのだけれども、もういいわ。私たちは師走近い東京の街に出た。大きくなったね。わからなかった。やっぱり東京だ。こんなこともある。私は露店から一袋10円の南京豆を2袋買い、財布をしまって、少し考え、また財布を出して、もう一袋買った。昔私は、この子のために、いつも何やらお土産を買って、そうして、この子の母のところへ遊びに行ったものだ。母は、私と同じ年であった。そうして、その人は、私の思い出の女の人の中で、今出し抜けにあっても、私が恐怖困惑せずに済む極めて稀な、いやいや唯一と言ってもいいくらいの人であった。それはなぜであろうか。今仮に4つの答案を提出してみる。その人はいわゆる貴族の生まれで、美貌で病身で、と言ってみたところで、そんな条件はただキザでうるさいばかりで、例の唯一の人の資格にはなり得ない。大金持ちの夫と別れて、落ちぶれて、わずかの財産で娘と2人でアパート住まいして、と説明してみても、私は女の身の上話には少しも興味を持てない方で、現にその大金持ちの夫と別れたのはどんな理由からであるか、わずかの財産とはどんなものだか、まるで何も分かってやしないのだ。聞いても忘れてしまうのだろう。あんまり女にからかわれ続けてきたせいか、女からどんな哀れな身の上話を聞かされても、みんないい加減の嘘のような気がして、
一滴の涙も流せなくなっているのだ。つまり私はその人が生まれがいいとか美人だとか次第に落ちぶれてかわいそうだとか、そんないわばローマンチックな条件によって例の唯一の人として選び上げていたわけではなかった。答案は次の4つに尽きる。第一には綺麗好きなことである。外出から帰ると必ず玄関で手と足とを洗う。落ちぶれたと言ってもさすがにきちんとした2部屋のアパートにいたが、いつも隅々まで拭き掃除が行き届き、ことにも台所の器具は清潔であった。第二には、その人は少しも私に惚れていないことであった。そうして私もまた少しもその人に惚れていないのである。性欲についてのあのどぎまぎしたいやらしく面倒な思いやりだかうぬぼれだか気を引いてみるとか一人相撲とか何が何やら10年一日どころか1000年一日のごとき陳腐な男女闘争をせずともよかった。私の見たところではその人はやはり別れた夫を愛していた。そうしてその夫の妻としての誇りを胸の奥深くにしっかり持っていた。第三にはその人が私の身の上に敏感なことであった。私がこの世の中がすべてつまらなくてたまらなくなっているときに、この頃お盛んのようですね、などと言われるのは味気ないものである。その人は私が遊びに行くといつでもその時の私の身の上にぴったり合った話をした。いつの時代でも本当のことを言ったら殺されますわね。ヨハネでもキリストでも、そうしてヨハネなんかには復活さえないんですからね。といったこともあった。日本の生きている作家については一言も言ったことがなかった。第四にはこれが最も重大なところかもしれないが、その人のアパートにはいつも酒が豊富にあったことである。私は別に自分を臨食だとも思っていないが、しかしどこの酒場にも借金がたまって憂鬱な時には勢いただで飲ませるところへ足が向くのである。戦争が長く続いて日本にだんだん酒が乏しくなっても、その人のアパートを訪れると必ず何か飲み物があった。私はその人のお嬢さんにつまらぬものをお土産として持って行って、そうして泥酔するまで飲んでくるのである。以上の4つがなぜその人が私にとって例の唯一の人であるかという設問の答案なのであるが、それがすなわちお前たち2人の恋愛の形式だったのではないかと問い詰められると、私は間抜け顔してそうかもしれぬと答えるより他はない。男女間の神話は全部恋愛であるとするなら、私たちの場合もそりゃそうかもしれないけれど、しかし私はその人について反問したことは一度もないし、またその人も芝居がかったややこしいことは嫌っていた。お母さんは変わりないかね。ええ。病気しないかね。ええ。やっぱり静江子ちゃんと二人でいるの。ええ。お家は近いの。でもとっても汚いところよ。構わない。早速これから訪問しよう。そうしてお母さんを引っ張り出して、どこかそのあたりの料理屋で大いに飲もう。ええ。女は次第に元気がなくなるように見えた。そうしてほ一歩、大人びていくように見えた。この子は母の18の時の子だと言うから、母は私と同じ年の38。とすると、私はうぬぼれた。母に嫉妬するということもあるに違いない。私は和刀を転じた。アリエル？それが不思議なのよ。暗にたがわず生き生きしてくる。猛然にね、私が女学校へ上がったばかりの頃、葛西さんがアパートに遊びにいらして、夏だったわ。お母さんとのお話の中に、しきりに、アリエル、アリエルという言葉が出てきて、私、何のことかわからなかったけど、妙に忘れられなくて。急におしゃべりがつまらなくなったみたいに、ふーっと語尾を薄くして、それっきり黙ってしまって、しばらく歩いてから、切って捨てるように。あれは本の名前だったのね。私はいよいようぬぼれた。確かだと思った。母は私に惚れてはいなかったし、私もまた母に色情を感じたことはなかったが、しかしこのことではあるいはと思った。母は落ちぶれても美味しいものを食べなければ生きていかれないというたちの人だったので、
対米英戦の始まる前に、早くも広島あたりの美味しいもののたくさんある土地へ娘と一緒に疎開し、疎開した直後に私は母から絵はがきの短い便りをもらったが、当時の私の生活は苦しく、疎開してのんびりしている人に返事など書く気もせず、そのままにしているうちに、私の環境もどんどん変わり、とうとう5年間、その母子との消息が絶えていたのだ。そうして今夜、5年ぶりに、しかも全く思いがけなく私と会って、母の喜びとこの喜びとどちらの方が大きいのだろう。私にはなぜだか、この子の喜びの方が母の喜びよりも純粋で深いもののように思われた。果たしてそうならば、私も今から自分の所属を文明にしておく必要がある。母とことに当分に属するなどは不可能なことである。今夜から私は母を裏切ってこの子の仲間になろう。たとえ母から嫌な顔をされたって構わない。恋をしちゃったんだから。いつこっちへ来たのと私は聞く。10月、去年の。なんだ、戦争が終わってすぐじゃないか。もっとも静江子ちゃんのお母さんみたいなあんなわがまま者にはとても長く田舎で辛抱できないだろうが、私はヤクザな口調になって母の悪口を言った。娘の関心を買わんがためである。女は、いや人間は親子でも互いに張り合っているものだ。しかし娘は笑わなかった。けなしても褒めても母のことを言い出すのは禁物のごとくに見えた。ひどい嫉妬だ。と私は一人合点した。よく会えたね。私はすかさず的を転ずる。時間を決めてあの本屋で待ち合わせたようなものだ。本当にね。と今度は私の甘い考えに難なく誘われた。私は調子に乗り、映画を見て時間を潰して約束の時間のちょうど5分前にあの本屋へ行って。映画を？そう。たまに見るんだ。サーカスの綱渡りの映画だったが、芸人が芸人に扮するとうまいね。どんな下手な役者でも芸人に扮するとうめえ味を出しやがる。根が芸人なのだからね。芸人の悲しさが無意識のうちに滲み出るのだね。恋人同士の話題はやはり映画に限るようだ。嫌にぴったりするものだ。あれは私も見たわ。会った途端に二人の間に波がザーッと来てまた別れになるね。あそこもうめえな。あんなことでまた永遠に別れになるということも人生にはあるのだからね。これくらい甘いことも平気で言えるようでなくっちゃ若い女の人の恋人にはなれない。僕がもう1分前に本屋から出て、それからあなたがあの本屋へ入ってきたら、僕たちは永遠に、いや少なくとも10年間は会えなかったのだ。私は今宵の開口をできるだけローマンチックに煽るように努めた。道は狭く暗く、おまけにぬかるみなどもあって、私たちは二人並んで歩くことができなくなった。女が先になって、私は二重回しのポケットに両手を突っ込んで、その後に続き、もう半丁？一丁？と尋ねる。私、一丁ってどれくらいだかわからないの。私も実は同様、距離の測量においては不能者なのである。しかし、恋愛にアホ感は禁物である。私は科学者のごとく済まして、100メートルはあるか。と言った。さあ、メートルならば実感があるだろ。100メートルは半丁だ。と教えて、なんだか不安で、密かに暗算してみたら、100メートルは約1丁であった。しかし、私は訂正しなかった。恋愛に滑稽感は禁物である。でももうすぐそこですわ。バラックのひどいアパートであった。薄暗い廊下を通り、5つか6つ目の左側の部屋のドアに、ジンバという貴族の名字が記されてある。ジンバさんと私は大声で部屋の中に呼びかけた。はーいと確かに答えが聞こえた。続いてドアのすりガラスに何か影が動いた。やあ、いるいると私は言った。娘は棒立ちになり、顔に血の気を失い、下唇を醜く歪めたと思うと、いきなり泣き出した。母は広島の空襲で死んだというのである。
死ぬる間際の上ごとの中に、笠井さんの名も出たという。娘は一人東京へ帰り、母方の親戚の新保党代議士、その人の法律事務所に勤めているのだという。母が死んだということを言いそびれて、どうしたらいいかわからなくて、とにかくここまで案内してきたのだという。私が母のことを言い出せば、静江子ちゃんが急に沈むのも、それゆえであった。嫉妬でも恋でもなかった。私たちは部屋には入らず、そのまま引き返して、駅の近くの盛り場に来た。母はうなぎが好きであった。私たちはうなぎ屋の屋台ののれんをくぐった。いらっしゃいまし。客は、立ちんぼの客は私たち二人だけで、屋台の奥に腰掛けて飲んでいる紳士が一人。大串がよござんすか？小串が？小串を、三人前。承知しました。その若い主人は江戸っ子らしく見えた。バタバタと威勢よく七輪を仰ぐ。お皿を三人別々にしてくれ。もう一方は？後で？三人いるじゃないか。私は笑わずに言った。この人と僕の間にもう一人心配そうな顔をしたべっぴんさんがいるじゃねえか。今度私も少し笑って言った。若い主人は私の言葉を何と返したのか。かなわねえ。と言って笑い、鉢巻きの結び目のところあたりへ片手をやった。これあるか？私は左手で飲む真似をしてみせた。極上がございます。いや、そうでもねえか。コップで三つ、と私は言った。小串の皿が三枚、私たちの前に並べられた。私たちは真ん中の皿はそのままにして、両端の皿にそれぞれ箸をつけた。やがてなみなみと酒が満たされたコップも三つ並べられた。私は端のコップを取ってぐいっと飲み、すけてやろうね、と静江子ちゃんにだけ聞こえるくらいの小さい声で言って、母のコップを取ってぐいっと飲み、懐から先刻買った南京豆の袋を三つ取り出し、今夜は僕はこれから少し飲むからね。豆でもかじりながら付き合ってくれ。と、やはり小声で言った。静江子ちゃんはうなずき、それっきり私たちは一言も何も言わなかった。私は黙々として4杯5杯と飲み続けているうちに、屋台の奥の紳士がうなぎ屋の主人を相手にやたらと騒ぎ始めた。実につまらない、不思議なくらいに下手くそな、まるっきりセンスのない冗談を言い、そうしてご本人が最も面白そうに笑い、主人もお付き合いに笑い、とかなんとか言っちゃってね。それですからね。ぽーっとしちゃってね。リンゴかわいいや気持ちがわかるとやっちゃってね。はははは。あいつ頭がいいからね。東京駅は俺の家だと言っちゃってね。参っちゃってね。俺の翔太は丸ビルだと言ったら、今度は向こうが参っちゃってね。という具合の、何一つ面白くもおかしくもない冗談がいつまでもペラペラと続き、私は日本の水客のユーモア感覚の欠如に今更ながらうんざりして、どんなにその紳士と主人が笑い合っても、こちらはにこりともせず酒を飲み、屋台のそばを通る師走近い人の流れをぼんやり見ているばかりなのである。紳士はふいと私の視線をたどって、そうして私と同様にしばらく屋台の外の人の流れを眺め、出し抜けに大声で、ハローメリークリスマスと叫んだ。アメリカの兵士が歩いているのだ。なんというわけでもなく、私は紳士のその快逆にだけは吹き出した。呼びかけられた兵士は、とんでもないというような顔をして首を振り、大股で歩み去る。このうなぎも食べちゃおうか。私は真ん中に取り残されてあるうなぎの皿に箸をつける。半分ずつ。東京は相変わらず以前と少しも変わらない。